自分の肩を両手で包み、自分とやりたいというこの男、ナルシストです。こんにちは、普通の人です。今日から本格的に夫はナルシストを始めます。これから便宜上、夫をなると呼びます。恋愛を始めてから2週間ぐらいのある日、私が出社しても、私の一人暮らしの部屋で昼寝をして、私が帰ってくるのを待っていたなる。ほぼ2日に1回しか帰ってないなるが、実は楽じゃなかったです。ぶっちゃけ一人の時間が欲しいと思いました。何この子、なんで帰んないのって思ったけど、帰らないとお母さんから何か言われないのって少し遠回りで聞いたところ、一緒のアトリエをシェアしている友達ん家で寝るって言っといた。でも帰った方がいいんじゃない？お母さん心配するよ。君と一日も離れたくないんだ。付き合ってるとはいえ、私がいない私ん家にいるの、なんか嫌だな。私が敏感すぎるのかな。一方、一瞬も離れていたくないという彼の愛嬌に、かわいそうを感じていました。しかしこれがラブボミングだってことを、当時は気づきませんでした。ラブボミングとは、言葉通り、愛の爆弾を落とすという意味で、めちゃくちゃ過剰に愛を表現することを指します。ナルシストが恋愛の初期段階で自己アピールしながら、相手を持ち上げようとしたり、いつの間にターゲットとなった人の人生の一部になって、警戒心を保護するという目的でラブボミングをするそうです。そうするとターゲットは自然とナルシストを信頼し、依存することになります。普通の恋愛でも最初はみんないい顔するけど、時が経つと冷めるもんですが、基本的に他人に興味がないナルシストはそこに決定的な違いがあります。だから、ナルシストの言ってる愛している、好き、あなたしかいないという言葉は嘘と言えます。なんでそこまでまさかと思ってる方も多いと思います。あなた世の中に対する見方がネガティブすぎないと思う方がいるかもしれません。そうです。でも、やられた人にしかわからないナルシストのラブボミングの期間。これを未経験の方にどう説明すればいいか結構悩みました。しかし、私の経験がすべての人には該当しないところはご了承お願いします。ナルシストのラブボミングの順番はですね、第一、愛してる、好き、あなたしかいないなどの発言頻度が高いです。第二、急に連絡が取れない時期が2、3日ほど訪れます。事故にあったか？具合が悪くなければ付き合ってる者同士で普通その間、連絡するのは当たり前です。相手が心配することを知っているから。ナルシストはこのやり方を初期に一度適用します。以後相手が虜になるって知ってるから。第3、何にもなかったかのように、初めの頃みたいに相手を持ち上げ、愛嬌を振る舞います。私は最初の1ヶ月ほどラブボミングを経験していました。そして振り返ってみると、なんでその時期に疑いを持たなかったか、不思議でしょうがないです。ある日、ナルは一人で鏡の前でこう言います。俺実はナルシストだよ。それから自分の肩を両手で抱きながら、俺とセックスしたい。私は単なる冗談と捉え、なんだ気持ち悪い、と普通に流します。あんなに自らナルシストだとヒントをくれたにもかかわらず、私は単にナルシストとは自分自身を愛している人としか考えていませんでした。結婚してからまた似たようなことがありました。俺が女子だったら俺と付き合いたいとか、俺のあそこを俺に入れたいとか、吐きそうでした。問題はですね、にもかかわらず、私はナルシストが自己愛が強い人としか思ってなかったところです。
結婚5年目の時、私が結婚生活が辛すぎる、今日は扇風機を投げてきたの、と友達に相談していた時、その友達は、あんたの旦那、ナルシストじゃないかな、と YouTube チャンネルを教えてくれました。それが私を救うことになるのです。ナルシストがなぜ危ないか。ナルシストが家族だった場合、ナルシストの末路、などコンテンツをナルの目を盗んで、好きがあればひたすら見てました。あのナルと一致しすぎて、しばらくは震えが止まらなかったです。今までの私が努力すれば変わるだろうとか、説得すれば夫もちゃんとするんじゃないかな。しかし何をしても絶対変わらないし、未来はないという事実を知ってから、もうこれ以上泣きたくないし、我慢して生きたくない。これ以上の犠牲は嫌。私は私を生存させるため、離婚を決心しました。自ら、俺、ナルシストだよ、って言ってくれたのに、気づかなかった私が、アホすぎました。自己愛が強すぎる人、つまりナルシストがなぜ危ないかを語っている数多くの著書や講演、YouTube チャンネルがあります。私はその友達に助けてもらったので、私なりの方法でまた他の方々に気づいていただきたく映像制作を決心しました。また、これから紹介する具体的なエピソードは私のエピソードなだけですので、現在、同じように苦労している方々は、できるだけ多くの他のレファレンスも参考にしてください。最後に、現在別居中の夫に警告する。あなたのために5年間すべての生活を稼ぎ、家事をして人生を犠牲にしてきた私に、あなたの暴力と暴言、ガスライティングで辛い思いをして、去年の1月25日、警察からの勧誘で避難した私に、1年以上調停しても未だに離婚を拒否し、婚姻費用名目で生活費を請求して、法廷に提出する書類でも、すべて嘘で一貫してるあんた。夫はナルシストの最後のエピソードでは、すべてを公開するつもりです。その前に離婚してくれたら、最後のすべてを公開するところに関しては、考えてやってもいいけどね。よく考えてください。普通の人々の中に、普通とは異なる悪い人々が、普通の人々のように暮らしています。登録といいね、通知設定よろしくお願いします。